そうですね、アートっていわゆる狭い意味でのアートっていうのと、あと広い意味でのアートっていうのが僕はあると思うんですよ。で、狭い意味でのアートっていうと、いわゆる美術館で見れるものだと思うんです。っていうのは、絵画だったり彫刻だったりっていうので、あれっていうのはある意味この近代の中で生まれてきた制度であって、でその作家がいて作品があってっていうものが、で作家が作った作品があの中に置かれていく、彫刻だったり絵だったりで、それがさらに時代を遡って再発見されていくっていうんですかね。これはミケランジェロが作ったものでしたとか、これは誰々が作ったものですっていうものが美術館に収められていく。でそれは美術史っていうものに基づいていて、美術の理論によって基づいている。でそこにはギャラリーが、アートギャラリーがあったりっていうので、アートの産業っていうんですかっていうものがあるっていうのが、我々がいわゆる一般的に目に普段口にするアートが、ある意味狭い意味でのアートだと思うんですね。でもうその狭い意味でのアートだけを考えてしまうと非常に狭くなってしまうと僕は思うんですね。で私がなるべく考えているのは、その狭い意味でのアートじゃなくて、よりもっと広い意味でのアートっていうのはもうちょっと広いものなんだっていうふうに私は捉えています。でそういうふうに捉えながら、作品を作っていくと、ただアートというものが美術館の中で独立してあるものではなくて、より社会的に開かれている、より誰でもやっているようなこととつながりのある人間の営みっていうんですかね、になっていくと思うんですね。じゃあその広い意味でのアートっていうのは何かっていうことだった、そのはっきりとした答えがあるわけじゃないんですけれども、なんとなく私がイメージしているのは、人間は例えば言語を持っている、言葉を持っている、で絵を描くことができる、でさらに物を作ることができる、でさらに歌うこともできる、でさらに場を作ることもできる、儀式ですけれども、で演技をしたりとか場を作ることもできるっていうので、人間にはいろいろそういう物事を表彰する能力だとか、やること創造的にクリエイティブにできる能力というのは人間には備わっていると思うんですよね。でそういうものを使って何もないところから何かを作る行為っていうのがよりで、その何もないところで何かを作って、さらにそれをより良いものにしようとか、より効果的にしようとか、より面白いものにしよう、いろいろテクニックがそこは必要なんですけれども、そういうものを追求する人間の営みっていうんですかね、これをより広い意味での私は芸術アートだと思ってます。でそういうふうに捉えていくと、誰もがある意味芸術的なことを日々していると思うんですよね。それぞれの職業で、それぞれの日常でやっていることで、そういうことの延長線上に、それを職業としているものだったり、それをプロフェッションとしている人たちがいて、その人たちがさらに何か作品を作ることによって、そういうものが美術館に置かれる、でよりの狭い意味でのアートの方につながっていく、そういうなんか大きな、なんていうんですかね、地続きの人間の普段やってることから美術館にあるものまで、こうやって地続きのものを私はなんとなくアートと思っています。でその視点で考えると、アートっていうのが非常に開かれたものになっていって、でそのアートに何ができるんだろうという疑問がよく起こると思うんですけれども、例えばアートとジャーナリズムとアクティビズムって結構近しいんですよね。だからそこも地続きなんですよね。だからどっからがアート、どっからがジャーナリズム、どっからがアクティビズムって分けられないんですけれども、例えば社会的な混乱が起こっている時にやっぱり人間何かしたくなっちゃうんですよね。それは当然ですよね。でその時にやっぱりジャーナリズムとかアクティビズムの方が直接的な行動になっていくので、やっぱりより効果的なんですよね。で同じような効果を狙うとアートってすごく遅いんですよ。何かいちいち何か絵に描いてみたりとかね、何か違うものに置き換えていく作業が挟まるので、直接的に行動ができないので、アートってなんか遅いような気がして、なんか社会の混乱期には非常に力のない無力なもののように思えてきてしまうことってあると思うんですよね。でそれは私ももちろんそれを感じてるんですけれども、と同時に最近はそこに対してすごく私はポジティブになってまして、実はアートって全く無力じゃないっていうことに今そう考えています。っていうのがやっぱりこの社会って我々の社会ってアートというかそこまで早く効果的に何かできるものではないですけれども、我々の社会ってすごくやっぱりイメージによって作られている部分って大きいと思うんですね。例えばコロナ一つとっても、コロナっていうのは空気感染をするのかしないのかとかね、そういうなんていう我々の頭の中にあるなんとなくのイメージによってその社会の作られ方どんどん変わっていきますよね。
あと例えば外国人差別とか、この差別意識っていうんですかね、もう例えばじゃあ隣にいる外国人が同じ人間としてイメージされるのか、それともこれはひどい言葉ですけど、土人だとかね、もう人間にもう過当な人種なんだっていうふうに見るのかでは、全くその社会の作られ方も違いますし、人間関係も変わっていくと思うんです。それでそれがどこまでいくかっていうと、それで人を殺せちゃうんですよ、簡単に。その戦争時代、ね、戦争がある時代、なぜ人をそんな、ね、簡単に殺せるかというと、それはもちろん差別意識があるから、この人たちは敵だから、この人たちは土人だから、過当な民族だなんだかっていう理由をつけて、それに人間って納得して人を殺せちゃう、それくらい強力なものなんです、イメージって。あと特攻隊、これは犠牲者なのか、それともただのヒーローなのか犬死になのか、それもイメージの話ですよね。でそういうイメージによって我々は世界に認識しながら社会って作られてると思うんですけど、そのイメージの問題ってアートが扱えることなんですね。このイメージはどういうイメージなんだろう、そのイメージの外側っていうのは存在するんだろうか、またイメージを書き換えることができるんだろうか、その辺のことを扱えるのってまさにアーティストがずっとやってきていることだと思うんです。でこれはアートができることだと思うんですね。あともう一つ大きなのは、例えばじゃあこれからテクノロジーが発展していって、新しい社会ができていきますってなった時に、じゃあどういう人間観に基づいて未来を作っていくんだろう。でその人間というのは幸せを追い求めるものです、お金が好きですっていう人間観によって社会を作るのか、それとも違うもっと複雑な人間観を共有しながら丁寧に社会を作っていくのかでは、未来の行く方向って僕は変わっていくと思うんですね。その時にじゃあ人間というのはどういう存在なんだろう、人間観ですよねをどうやって作っていくんだろうっていうところで、やっぱアートってすごくできることがたくさんあると思うんです。アートっていうのは個々の人間に深掘りしていって、深く掘っていって、その人間の複雑性を複雑なままではなく、ある意味それを結晶化して見える形で提示できるのがアートですから、そのアートがじゃあ人間とはどういう存在なのかっていうところをどう表すかっていうので、アートのできることっていうのはすごく大きいと思います。そういう意味で私はアートにこれからできることっていうのはたくさんありますし、その可能性を今信じながら作品を作っているところです。